こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダーチャートなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万3400ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では米景気先行指数などがありました。市場では先日から話題になっている日銀の利上げ織り込み、あとは月末に控えている ECB 政策金利の利下げ見解が多くなっているのが注目されています。市場は米金利、米ドルが反発して米株各指数も続伸、ゴールドも高値維持となっているんですけど、ビットコインは比較的弱くなってまして10万3000ドルあたり推移となってます。あとオンチェーンの方ではビットコインの長期保有者の売りが一時と比べて収まっていることと、マイナーの保有量が未だに増加傾向になっていることが注目されています。現物の売りが弱くてマイナーも売らない、そして企業は買い増しと、現物方面では強気継続な印象があります。あと昨日のビットコインの ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.96 億ドルの流出となっています。毎回ブラックロック次第ですけども、各ファンドからはですね流出が目立ってきている状態です。ただ香港はプラス 79.36BTC と若干の流入となっています。あとデリバティブの方ではデリビットのオプション OI は直近は10万ドル割れのプッツに寄ってる印象ありますけど、1月31日満期は11万ドル以上のコールに集中してます。こちらはまだ強気となってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 3.0%、額としては664億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.9%、バイナスミはロングが 52.9% と下寄りになってます。他各所の見解ではですね、ブラックロックの CEO ラリー・フィンク氏がビットコインは70万ドルに達する可能性があると発言してたり、ゴールドマンサックスの CEO デビッド・ソロモン氏がビットコインは米ドルの敵ではないと語ったことなどが注目されています。だいぶ前にですね、そのビットコインは米ドルに対抗する資産になるんで規制すべきだという見解が出て、一部から批判されるみたいな展開ありましたけど、今回ゴールドマンサックスのソロモン氏はそれを否定して価値の保存手段になる可能性があると、前向きな見解を出しています。今後の指標としては1月23日にノルウェー、トルコの政策金利、米新規失業保険申請件数、1月24日に日銀政策金利、米国各国の PMI、1月の速報値、1月25日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、1月の確報値、米中古住宅販売件数、12月などが控えております。そしてオンラインチャン企画ですね、5連勝、そして視聴者プレゼントのかかった昨日の私の予想ではですね、各国の政策織り込みから数ヶ月傾向であることと、ビットコイン関連の大統領令署名への期待が未だあることから、調整フェーズはまだ先で明日も上が優勢になるんじゃないかと。なので1月23日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万5818ドルよりも上という予想でした。結果としては米株各指数ゴールドも価格を維持してるんですけども、ビットコインが比較的弱くなってまして、そのままじり下げ、そして判定時刻の1月23日 AM6 時点のビットコインは10万4321ドルということで、昨日の10万5818ドルよりも下なんで外れです。マジでこれ以上いかんだはい、続いて明日の予想ですね。24日に日銀政策金利を控えてますけども、利上げしてもしなくても織り込んで円安からのリスクオンの雰囲気が継続しそうなんで上にします。なので1月24日 AM6 時点のビットコインは現在の10万3472ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米新規失業保険申請件数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3230ドル、BTC 建ては 0.0314 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.7%、額としては299億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.7%、バイナスミはロングが 85.5% と下寄りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.17 億ドルの流出、香港はプラス991イーサと、ここに来て香港がプラス推移となっています。イーサ関連の話題ではトランプ氏のワールドリバティフィナンシャルが1万イーサをリドにステーキングしたのが話題になっています。この動きから随分前から期待されてたですね、イーサ ETF のステーキングが今後承認されるんじゃないかと、一部からは見られています。あとイーサ界隈では連日イーサファンデーションへの批判が出てますけども、リドが第2のイーサファンデーションを立ち上げるんじゃないかという噂が出て盛り上がってました。リドの創設者はまだできてないと否定してるんですけども、イーサコミュニティはですね、これでイーサ内部が少しでも改善されるんじゃないかと期待しているようですね。で、あとはユニスワップ V4 が今週リリース予定であることが注目されています。
ドル建てでは未だ下向きですけども、BTC 建ては 0.030 が底堅くなっている印象があります。以前の批判一辺倒ではなくてですね、ETF のステーキングなどが少し期待が出てますけども、市場としてはやっぱりドル建てでの回復が注目されると思います。ここまで来ると近々では3500ドルを突破できるかが焦点になると思いますけど、トランプ政権からの逆転のファンダが出るのか注目ですね。あとその他の動向では、米裁判所がトルネードキャッシュに対しての制裁撤回の判決を下しています。トルネードキャッシュは北朝鮮のマネロンに関与したとして制裁対象となってたんですけども、今回以前の判決を破棄となっています。で、この報道でトルネードキャッシュのトークンもですね、一時3倍以上に高騰してますね。で、最近大統領令によるシルクロード創設者ロスの釈放で、そしてこのトルネードキャッシュの制裁撤回と、以前までの仮想通貨業界の取り締まりが次々と解放されていることからですね、市場ではトランプ政権が今後仮想通貨業界に注力していくんじゃないかと見られています。で、また以前の事件で懲役刑が下っている人もですね、もしかしたら釈放されるんじゃないかという見解もあるみたいですね。ポリマーケットでも次誰が恩赦を受けるのかという賭けが行われてまして、FTX のサムも名前が挙がってます。プラットフォームを開発してね、その既存の法で裁かれてしまった人が釈放されるのはわかるんですけど、顧客資金をね、その別な用途で使ってた人が釈放されるのはちょっとずれてる気がしますけど、こちらも今後の進捗に注目ですね。あとはサウジ王子の投資企業キングダムホールディングスが現時点では仮想通貨への投資を検討していないと表明したのが話題になっています。以前まではこのサウジアラビアの最大の投資企業が仮想通貨に投資するんじゃないかと、一部で噂されて期待されてたんですけど、今回否定された展開となっています。あとは香港の立法評議委員会で新たなステーブルコイン法案についての議論が行われたこと、あとは LINE が DAPS をリリースしたことが話題になっています。仮想通貨業界ではテレグラムの DAPS ゲームが入りましたから、今後 LINE の方でも BCG ユーザーが増えるのか注目ですね。あとアルト関連では今朝ビットワイズがデラウェア州に同時 ETF の登録申請を行ったことが話題になっています。先日のオスプレイに次ぐ動きとなってますね。同時は昨日政府効率化省のホームページにロゴが掲載されたのも取り上げましたけども、立て続けにファンダが出ております。同時の価格現在 0.35 ドル、時価総額は7位ですね。ファンダが出るたびに反応してますけども、再度上へ迎えるのか注目ですね。あとは CME のホームページに XRP とソラナの先物取引開始が掲載されたのも話題になってます。承認後2月10日ローンチ予定とされています。あとソラナは DEX の取引量がイーサを上回っているのも話題になっています。1月現在の取引量はイーサが610億ドルに対してソラナは1960億ドルと大幅に上回っています。最近のトランプミーム、その周りの影響が大きい印象ありますね。価格的には XRP は未だ3ドルを固く維持してまして、ソラナもまた上へ向かっているような形になっています。どちらも ETF の承認が期待されてますけども、再度上へ迎えるのか注目ですね。あとミーム界隈ではトランプ公式ミームに対しての批判がまだ収まらないようです。業界外だけではなくてですね、業界内からも投機的で業界の信頼を損なうとか、批判が出てます。で、またトークノミクスに関しても大量のトークンが徐々にロック解除されていく仕様は昔のアルトのようで時代遅れだという見解も出てますね。昨日 ETF 申請などですね、明るい話題もありましたけど、未だに期待と懸念が混在している印象があります。トランプの価格は現在39ドル、時価総額は29位ですね。こちらもトランプ氏の動向やファンダが出るたびに上下すると思いますけど、また上へ迎えるのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連では L2 のスーンが NFT 販売で2200万ドル調達、ケペラウォレットが500万ドル調達、ジュピターが7億ジュピター、6億ドル相当のエアドロップを発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。